こんにちは、もはやです。今回はザ・クラッシュ完成解説ということでやっていきたいと思います。で、以前から見てくれてる人は、あれ前もやってませんでしたっけと思われるかもしれないんですけど、今ね、改めて見ると、あの時はね、本当に全然分かってなかったんですよ。なんでね、この動画を撮ろうかって思ったかっていうと、1クラブと2クラブともにメンバーがガラッと入れ替わってしまって、チャットできないメンバーが増えていて、クラッシュをやってもらってないメンバーが増えたので、ちゃんと理解してクラッシュをやってもらいたいと思ったのと、前回ね、伝えきれてなかったことをきちんとね、お伝えしたいと思ったので、やることにしました。この動画を見ることで、自分のガレージレベルだったらどの辺をやればいいかとか、クラッシュやるメリットなんかもわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは今回のように皆様のお役に立つ情報や、常連様のリクエストを答えていきますので、見逃さないようにぜひ今のうちにチャンネル登録お願いします。それでは早速詳しく解説していきます。クラッシュの簡単なルールなんですけど、まずクラブにガレージ10以上の人が10人以上いないとクラッシュはできません。ガレージ10以上の人しか参加できないんですよね。人数によってできるレース数が変わります。で、これどういうことかっていうと、このクラブでいけば、1クラブはガレージ10以上の人が20人ということで、20人でできるレース数が防御だと振り分けられるんです。例えばね、相手のクラブがガレージレベル10以上の人が10人しかいなかったと。そうすると、今下に僕たちだったらストリート防御しようって出てるんですけども、これが12ストリートとか、さすがにそれは多いから10ストリートぐらいになるのかなという感じになるんですけど、それで何があかんのってなると、僕たちのクラブは20人で振り分けられてしまうので、例えば12人しかやらなかったとすると、8人分は誰かがやることはできないので、かなり不利になってしまうんですよね。だからクラブメンバーの人たちには修学旅行とか旅行とかがない限りはできるだけクラッシュやっていただけると助かります。はい、ということでね、早速防御の方していくんですけど、どこ防御したらいいのかっていうと、この9と10ですね。ここ分岐点になってるので、こういうところを我々17とか16とか15の人たちがやってくれるといいかなと思います。1、2、3、4、これは一番最初のところになるので、ここで詰ましておけば取られるポイントがかなり少なくなります。たとえね、ここで破られたとしても、09だけ防御しておくことで、01、05、02、06と進んできた人を積ませることもできます。で、あとの分岐点は15ですね。でも、15から先は本当に基本的にやらなくていいと思います。なので、基本的には皆さん前半をやっていただけるととても助かります。なんで前半やればいいかっていうと、そうすることで相手もポイントを稼げなくなってしまうので、ちょっとここ防御数かなり少ないので、俺は今回ここやろうかな。1、2、3、4をスターターって言うんですけど、ここはね、やらないでおこうかな。まず最初分岐やっていこうと思います。分岐あるあるなんですけど、ショートコースだったりとか、今僕がやるところは、こうやってマシンが選べるんですけど、時々固定されてたりもします。固定されてると使えない車があったりして、やばい、ここ防御できない。そういう時は、パスウェイの下にある破棄っていうボタンを押すと、防御が消えますので、自分が車なくって防御できないという時は、ここでやめると、他のクラブメンバーに助けてもらうことができます。ということで、09やっていきましょうか。もしここがショートコースなのであれば、加速が速い車が一番有利になります。なので、ショートコースでランエボとか使ってると、ちょっと負けてしまうかなということなので、加速いいな、この R1 とかですね。こういう車を使うとショートコースはいいかなと思います。今回はショートコースではないので、C クラスのなんか使っていこうかなと思うんですけど、ローマなのでね、ちょっとハンドリングいるから、でも H2 とバイパーとかちょっと残しておきたいなっていうのを、攻撃で強い車残しておかないと攻撃できないので、防御もある程度強い車はいるんですけど、加速が高いね、セックスとアルテガが、この2台があるんだとしたら、どっちかは防御に回して、どっちかは攻撃に回すみたいな、そういう感じですね。じゃあ今回は ACR を使っていこうかなっていうことで、早速やっていきましょう。防御で、昔俺がやってたことなんですけど、適当に走っていたと。これ絶対ダメです。本気で走ってください。なぜなら潰されるからですね。防御ができる数なんですけど、一つのこのコースに限って3回までですね。だからクラッシュしてしまって、リタイアしてもリセットされることはないので、3回までできるんですけど、トークンを払えばその先もいけることができるんですけど、75トークンとかなり高くなってますので、できるだけ3回以内で防御するのがいいかなと思います。はい。で、もしね、3回やってもいいタイムが出ないっていう、そういう時は、破棄しましょう。それが一番いいかな。破棄すると、例えば1ストリート防御していたとしても0に戻って、別のところできるようになるので。はい。ただし、完全にデータは消えてしまうので、防御のデータね、防御のデータ消えてしまうから、ちょっとそこはできないということになるんですけども。それはね、いいかなと思います。で、防御は、これぐらいかな。赤と青あったじゃないですか。もう、あれは本当に何の関係もないです。よいしょ。でね、俺が昔やってたことは、スタントとか取ったりして適当に走ってたんですけど、相手からしたら何してんだこいつって感じでしょうね。俺はポイントだけ取ればいいと思ってたので、本当にそういうことはね、皆さんそこはさすがに分かってると思います。もう俺がね、A 級全然分かってない時だったから、どうしようもないんですけど。これは事故ってないからいいんじゃないかな。うん。だから分岐で強い
い車使うといいかなと思います。はい。今ね、追加ポイントっていうのがあるんですけど、車が指定されたりするんですけど、今回はこれカウンタックになってるので、カウンタックは絶対使わないでしょうということで。でね、防御するとこういう風に防御済みってなりますので、次6と5でもやっていきましょうかねっていう感じでやっていってください。ガレベが低くて、使える車が全然ないどうしようっていう時は、後半やっていただけるとありがたいです。前半で強い人たちがやってくれるので。だから、ちょっと車ないなっていう人たちはもうポイントだけ稼いでいただければいいです。ヒマラヤから最高速いるけど、イタリアは残しておきたいということで、サルト使おうかな。コースの特徴とかも分かっておいた方がいいかなと思います。さっき僕がね、ヒマラヤだから最高速高い方がいいからサルトやからサリアみたいな感じで、ローマだったらちょっとハンドリングがいるからみたいな、そのコースの特徴を捉えておくのもね、一個のポイントかなとは思いますね。はい。まあだから、ヒマラヤで最高速の低い車を使っていたら、サリアとかサルトとかに潰されてしまうので、コースの特徴をやる前に捉えておくと、まあかなり強くなるかなとは思いますね。で、まあ攻撃でね、使える車がなくなってしまうようなことがあれば、無理に防御することはないと思います。プラクティスで練習しておくのもいいかなと思いますね。ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、危ない。ちょっと待って、で、まあ例えばこうやって事故ったとしたら、リタイアしますと。ここで事故ったとしたら、あと2回っていうことになってますね。それ完全にミスってしまった。っていうことがあっても、ああやってリタイアすれば3回まではどうにかなりますので。やっぱトークンまで払ってやる必要はないかなと思いますね、個人的には。だからちょっと腕に自信がないなとか、車がないなっていう人は、15とか16、できれば15より後ろかなっていただけるとすごい助かります。攻撃か防御どっちが大事なんですかってなると思うんですけど、それはね、多分僕なりにはね、防御の方が大事なんじゃないかなと思いますね。攻撃は何回でもやり直しできるので、もう0.01 秒でも差をつければもうそれは勝ちっていうことになるので、攻撃はそこまで本当に本気出さなくてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、とはいえ、スタント取ったりして走るのはさすがにダメだと思います。ガレベが低い人は17、18、21、22、19、20、23、24とやっていただきたいんですけれども、例えば24とかになると S クラスになってしまうと。S クラスのこの初期温度、今どれか1台は多分持てるんじゃないかなと思いますので、ここで例えばチェンテナリオしか持ってないとしたら、防御で使っちゃうと攻撃ではチェンテナリオ使えないということ。で、こうやって破棄を押すと、他のとこも破棄されちゃうんじゃないのって思う方いるかもしれないですけど、大丈夫です。6と9は残ってます。じゃあ次5やろうかな。で、この追加ポイントはマシンランクとか星の数とかもありますね。2000の星4ね。星4がほとんどないな。バイザベどういうコースやったっけ？アリフェイリー使ってみればいいかい。ここで使ってしまうともうアリフェイリーは攻撃では使えないということ。ダートがあるのでちょっと2トル欲しいから、防御は6レースだったり7レースだったり、このクラブの人数によって決まるということで。つい最近まではなんか7だった気がします。まあだから18人とかで防御できるストリートが1人7になるなら、それはちょっと有利になるかもしれないですね。20人との差は2人だけなんで。ではね、たとえね、めちゃくちゃタイムが遅かったとしてもね、強い人たちにちょっとこの先守ってほしいですって言えば、強い人たち助けてくれるかもしれないので、クラブメンバーに協力してもらうために、チャットできない方のためにお茶もありますので、そこでクラッシュのことを言ったり、助けてって言ったりね、できるので。さあ、あと3個かどうしようかな。まあでも前半の方やっておきたいから次10やろうかな。これはショートコースかな。一回プラクティスで見るっていう手もあるんですけど、車の買い方はこの車を押すと買えます。加速のいい車、あんまりないな。一回アルテガ使ってみるか。無理に B クラス使わなくても C クラス使ったりしても強いとかも普通にありますからね。あー、ちょっと待って、インガリした。終わった。遠回りに行ってしまった。ちょっとこれはさすがに上手にも走れなかったから一回破棄するか。で、破棄すると燃料だけ減って使えるようになってます。もうグラス4ぐらいしかないな。というわけでグラス4ゴール。はい、ということで全部の防御終わったんですけど、まあ、例えばね、ここで13防御したいなってなっても、プレイボタンがないからできないですね。今これ防御したところであれば、例えば9でちょっとタイムが遅かったからやり直したいなっていう時はできるということで。ということで攻撃解説していくんですけど、攻撃は、まあ、ほとんどで言うことはないんですけど、僕は1メインストリートっていうことになってるんですけど、人数が少ないところ、例えば10人とかだと2メインストリート。で、メインストリートって何かっていうと、例えば、この02から06、09、12、15、17、21と行くんだとしたら、それが自分のメインストリートっていうことになります。はい、だからここにね、メインストリートなんちゃらって書いてあるんですけど、これをやっていきます。ガレベの低い人は、防御数が少ないところをやると、スマートにいけるかなと思います。メインストリートをね、選択する前に防御されてるところをね、しっかり見ておくと、あ、ちょっとここ自分きつそうだなとかあるかもしれないので、ここら辺はしっかり見てからやっていただけると。10人だと、例えばここの01と02をできたりとか、このゴールドの01と
サブの01をできたりということになります。さあ今回はどこを防御しようかなっていうことになるんですけど、02と06やってる人いるんですけど、この09で多分積んでるっていうかやってないだけかなっていうか、ここはレースできやんとこやな。ここは助けてあげれないんだけど、ここやったら助けれるんですね。でなんで助けれるかっていうと、10で積んでくれてるから、俺が03と07やれば勝てるんです。例えばね、この04と08やってる人が僕より車が少ない人なのであれば勝てないかもしれないので、どうにかしてあげられるので、一回全部のところ見ようかな。防御はやっぱり前半固めてるっぽいですね。攻撃って車が使えないところも結構あったりするんですよ。ここだとね、エペックスと 600LT しか使えないっていうことになってるので、もうどうしようもないですね。だからそういうところもしっかり見ないといけないんですけど、注意点としては、このバックって書いてあるところの09はエペックスと 600LT 持ってない人は、この先進めないということで、持ってる人にお願いしたらいいかなと。ここは大丈夫そうですね、今回は。ここやりましょうか。ここでメインストリートっていうのを押すと、もうここしかできなくなります。例えば、この03とこの09をすることはできないと。03、07、10、14、13、16、19、20、23、24しかできないんですけど、例えば俺が行くルートとしては03、07、10、14、16、20、24という風にいきたいなと思います。ということでやっていきましょう。ここで防御されてないところはレースしなくても征服できます。ここでやっと攻撃しなきゃいけない。じゃあ同じ車でやろうかな。助けてもらえるとこなんですけど、分岐であれば他の人にもやってもらうことができるので、例えば01と02は上下に並んでるので、ちょっと自信ないなっていう人は01やってる人がいるのに02をやってしまうともう助けてもらえないということになりますね。やば何回やってもいいので、一回リタイアしようかな。ちょっと自信のない人は、誰もやってないところをやると、助けてって言える可能性が高まるから。もうだ待って、何この車めっちゃ事故るやん。車変えようかな。こっちに変えるわ。あかんな、あの車。わざわざ同じ車にせんでいいのから、自分の使いやすい車で行けばいいから。とはいえ、かなり強いよな。加速が速いから、最初は置いていけると思うんですけど、クラッシュの攻撃なんですけど、相手いるんですけど、ぶつからないので、自分の好きなように走れるんです。勝てやんな。ちょっと待って、強すぎ ?03 俺がやって04やってる人がいるところで積んでもともう誰にも助けてもらえないで。早すぎマジでなんなんこんなとこで終われへんってマジ。やっぱちょっと同じ車でやるしかないなこれ。攻撃何回もできるとはいえ、ガソリンがあるからちょっとやばいかも。もうマジ強すぎるやばい。マジでチーターなんやけどこの人なんでいや、はいや、なんでマジで何が違うんでも、クラメンはどうしても助けたいねんな。いつもやったら、ちょっと苦労しても助けれとんのに。いや、マジでどうしよう。勝てへん。いや、マジでどうにかして本当にフィットさんを助けたい。絶対助けたい。ずっと攻撃してばっかりいられやるから、と解説するんですけど、ここもね、防御と一緒で、1人ね、1メインストリートなんで、この02とね、01が誰かやってないと、もうそこはもう誰もやることができないので、ゲームは起動してるけど、なんかクラッシュしてくれてない人がいるので、できるだけね、皆さんやってほしいので、俺強くなかったから助けれんかったんやけど、こうやってね、誰かが積んでたらね、強い人は助けてあげるのもいいかなと思います。ヒットさんがここで積んじゃってるんですけど、例えば僕がここで10を破って14に行ったんだったら、ヒットさんも13、16とかまではいけますね。16俺がやってる場合は13、20、24みたいなそういう感じでいけるので、やっぱ助けてもらうことも大事かな。チャットできんって助けてとも言いようがないっていう人は僕ちゃん入っていただいたりということで、いきなりロードからの査定になるんですけども、なんでかっていうと、もうアスファルト開けちゃうと最終報酬がもらえるので、今からはちょっと最終報酬のメリットなんかをね、伝えていけたらなと思います。この最終報酬もあるんですけど、これがやっぱクラッシュやる一番のメリットになりますね。で、この最終報酬以外にもクラッシュ1回1回の報酬があるんですけど、それはクラブのガレージバリューが高いほどいい報酬になっているということになります。クラッシュの最終報酬はポイントが高ければ高いほどいい報酬ということで勝ちました。よし。じゃあ一瞬で勝てないかなと思ったんですけど、これですね。僕のクラブのガレージバリューが0から249になっているので、この報酬がもらえますよと。で、これがね、クラッシュでしかもらえないクラッシュトークンとクラッシュトークンになります。で、これですね。で、今回上位 50% だったんですけど、上位 50% の上にも確か 25%、10%、5%、1、2、3位とあったかなと思います。ということで、これが本当にクラッシュやる一番のメリットなのかなと思います。ということで、早速獲得していきましょう。これね、普通のトークンももらえるからね、これで何できるかっていうと、まずね、ストア行ってもらって、こちらですね、ここにザ・クラッシュっていうやつが横にあると思うんですけど、これがクラッシュストアっていうやつで、僕これも918星マックスなんですけど、全部このクラッシュストアで918設計で集めたと。なのでかなり効率のいいストアにはなってます。でもこれ全部の車は買えるわけじゃないので、なんだっけな、このフォルクスワーゲンのやつと F40、アポロ N918 で今僕が集めてる 650ACT3 とジェスコとゲーラーベースという風になってます。例えば918星マックスなので、この918を選択すると、なんと
とね、このエピットインポートパーツも貯めていけば買えると。さらには、めっちゃ高いですけど、ジャストの紙も買えるということになってます。ジャストは設計図もね、買えますんで。ってことで、買っていきましょうかね。これも、普通のスターと一緒で、在庫後で、ちょっと更新されるのが、5日かな ?5 日ごとに更新されるようになってます。はい、ということで買っていきましょう。気持ち、もう足りないんだ。まあ、一気に7枚しか買えませんでしたけど、クラッシュの解説はここまでということです。はい、ということで、今回はクラッシュの完全解説ということで、以前の動画で伝えきれなかった部分も含めて、なるべく詳しく解説しました。この動画を見てもらったことでね、自分のガレブならどのあたりをやったらいいかが分かったと思いますし、車の選び方なんかも分かっていただけたんじゃないかなと思います。今まではよくわからなくてクラッシュをやってなかったって人もね、今回の動画でクラッシュについて理解が深まったと思いますし、戦える車が少ない方は報酬でもらえるクラッシュトークンで車の設計図なんかを買いますっていうのも分かったと思います。クラブメンバーみんながね、団結して順位を上げていくことができれば、その分報酬もたくさんもらえますので、クラッシュをきちんとやってくれるクラブメンバーのためにも、レベル10以上の人は積極的に参加してもらえたらと思います。でね、僕のクラブメンバーはチャットできない人も多いと思うんですけど、クラブ入るときにはね、動画にコメントくれたと思うんです。なので、受験勉強とかテスト前とかでどうしようもできない事情があれば、最新動画のコメント欄などで教えてもらえたら大丈夫です。もしスマホがある方は LINE のオープンチャットありますので、概要欄の URL から参加してメッセージで教えていただけたらなと思います。ただ、そういった連絡も何もないまま、全くプレイしてない状況が続く場合は、クラブ加入希望とお待ちいただいている方も複数見えますので、今後は申し訳ないですけども、キックさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。最後になりますが、このチャンネルではね、皆様のお役に立つ情報や、皆様のリクエストにお答えする動画をアップしていきますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録と通知設定お願いします。そんじゃ、バイバイ。結局また1735で変わってへんやんけ、1ミリも。いたしてくれよ、レジェンドぐらい。